高校受験っていうのがうまくいかなかったみたいなところがあって、遠足の案内が見れなくなってしまって、前日にそれで行かないって自分は決めちゃったんですよね。気持ちが下がって、日中起きてると親と顔を合わせて、なんで人から言われなきゃいけないんだ、俺だって分かってるよ、分かってるけどどうしたらいいか分かんないんだよって状態で、根負けしたっていうとちょっと逃げない自分を作ってくれたのかなっていうのは楽しくやれてます。杉浦さん、今日ゲスト来てますが、どなたなんでしょうか？はい、M 君と言いましてですね、私が何年前かな、 M 君。僕が入ったのは5年前とかですかね。もうそうか、5年前に不登校だったんだけど、もう引きこもりみたいな状態になった子をですね、ちょうど僕らが支援して、で彼がですね卒業して今大学生の M 君です。よろしくお願いします。お願いします。今日M 君に来てもらった理由って何なんですか？M 君はですね、私は彼に対しては本当にメンタル雑魚と呼んでおりまして、在学中はですね、本当に些細なことでですね、不登校とか引きこもりに陥った子なんですね。僕の相談例で言うと、彼みたいな子っていっぱいいるんですよ。でもこうやってですね、立ち直っていく姿をですね、皆さんに視聴していただきたいなと思って呼んだんです。ちなみに M 君は今何をされていらっしゃるでしょうか？今ちょうど20歳で大学2年生、来年の春で3年生になるところです。大学は今銚子にある大学に通っているので、親元を離れて一人暮らしをしながら大学に通ってます。杉浦さんのところに行ってた時期って大体いつぐらいの話なんですか？高校の春から不登校になって、一応夏までは在学してたんですけど、夏越えて8月9月あたりで留年が決定してしまったので、その後杉浦さんのところの施設の先生が来てくれたのが10月の頭で、そこから卒業までの3年間ずっと通っていました。その期間学校には行けずにということだったんですか？そうですね、高校の春から秋までは通わずにずっとうちにいたっていう状態でしたね。じゃあその高校生の時に学校に行けなくなった理由っていうのはどういうものなんでしょうか？もともと高校受験っていうのがうまくいかなかったみたいなところがあって、自分の中で多分昔通っていた高校に満足してなかったところがあって、それが多分一番大きなところなんですよ。ただきっかけとしては小さなことで、コロナ禍の時期でリモート授業を行っていたため、パソコンが1人1台購入しないといけなくて、そのパソコンに初期不良があってしまって、全部連絡とかももうオンライン上でやっていたので、最初のオリエンテーションの遠足の案内が見れなくなってしまって、前日にそれで行かないって自分は決めちゃったんですよね。気持ちが下がって、その次終わった後の学校に帰った時にすごいみんなそこで仲良くなって、グループもできていて、自分が疎外感を感じてしまって、でやっぱり学校に行けなくなってしまったっていうのが始まりです。引きこもりをしている時の暮らしってどういう暮らしだったんですか？基本的にやっぱり昼夜逆転してしまっていて、日中起きてると親と顔を合わせて、親も内心多分焦っていて、なんとかしないといけないと思っていて、でいろいろ多分言ってくれてたりしてたとは思うんですけど、それが全て自分の中で攻撃になってしまって、自分で分かってることを言われても、なんで人から言われなきゃいけないんだ、俺だって分かってるよ、分かってるけどどうしたらいいか分かんないんだよって状態で、そういうのが嫌で、そうなるとやっぱり夜起きる生活、親と口を聞かない生活みたいなのが進んでしまって。高校1年生の時は割とそれは早い時期ですかね？杉浦さん、こういうことってよくあることなんですか？もうよくあることですね。彼のようにですね、ちょっと真面目な感じで、本当にメンタルが弱い子っていっぱいいると思うんですね。むしろ真面目な人にこそなり得ることだったりするんですか？そうですよ。不登校とか引きこもりとかってね、真面目な子ほどなりやすい。彼のように高校1年生で夏前で辞める子っていうのが高校中退の大体 60% 以上を占めてますから、高校中退の中で彼のような辞め方をするっていうのは典型的な例です。最初にその高校受験に失敗してしまったっていう話があったんですけど、その時それはどういう気持ちがあったんですか？その行った高校が決して悪い高校ではなかったんですよ。中学からの友達もいたし、ただやっぱり自分の中でここを目標にしてるみたいな話をしていて、そこに落ちるのが嫌だみたいなプライドとかがあって、そういう不服感があったんですよね。一
番自分の選んだ一番いいところじゃないと嫌だみたいな、それがなんかすごい自分の中で引っかかりがあって、他の友達は第一志望に受かってるのに自分は第二志望の高校に行ってるんだっていう事実がすごいその時は嫌で、それが全てだったんですよね。多分その気持ちが引きずってたから、そういうパソコンが壊れた時にもういいやってなったのは、多分そこが多分気持ちとしてあったからなのかなって、自分の中では。やっぱりその目標通りにうまくいかなかったことに引っかかるみたいな完璧主義的な性格みたいなのをお持ちなんですか？自分が完璧主義だなって感じるところは、100点じゃないととか、その行けなかった時に遅刻してきてもいいよって言われるんですよね。ただ自分はすごい遅刻していくっていうのが嫌で、朝一から行けなかったのに行くってことに対してすごい嫌悪感があって、だから休んでしまうって留年になってしまったみたいなところも絶対に少なからずあっていて、その完璧主義って、性格でもあると思うので、もう変えられないと思うんですよ。はい、でも今その大学も受験して大学に入ってっていうところで何が自分の中で変わったんですか？大学受験も実はあんまりうまくいっていなくて、第一志望のところに行けずに私立のところで今通ってるっていう状態なんですけど、最初はすごいそれも嫌だったんですよね。高校と同じで陰鬱としてたんですけど、でもやっぱり大学行けば、僕がもともと学びたいことがはっきりしていて、これを学びたいからこの大学を選ぶみたいな選び方をしていたので、実際に行ったら学べるために必要な先生がいたり授業があったりっていうのがあって、自分が目指してたところにまた戻れるような道がはっきりしているから、今のままでも少しいいのかなっていう気持ちが出ていて、そういう気持ちの余裕が生まれるとあんまり気負わなくていいんだなっていうのがすごい今あって楽しくやれてます。そういうふうになんか思えるにはどんなサポートをしてもらってたんですか？根気強くやっていただいたらっていうのがあって、僕の家にわざわざ来て、あなたが今留年したからこの後どういう選択肢が取れるか教えてあげるねっていうのを説明に来てくれて、でも僕もなんかその時も拒絶しちゃって家でトイレにこもってたんですけど、トイレにこもってたらもう諦めて帰ってくれるだろうって思ってたんですよ最初は。実際に扉越しだけど話すねって言ってそういう選択肢の説明をしてくれて、すごい根気強くやってくれるなっていうところはすごい感じてますね。もうその日でもうあれですか、解決できたんですか？来てくれた日で。その後に一回体験に来て、すごいおしゃべりなので、初めて来た時も同世代のことを喋ったりして悪い場所じゃないなって感じて通うことにはしたんですけど、やっぱり1週間ぐらい経ってちょっと行けなくなってしまって、でもそうすると先輩とか同級生とか、下手したら後輩とかが、お迎えに自宅まで来て行くよって言って連れてってくれる、あれに、根負けしたっていうとちょっと良くないっていうか、いいよあれですけど、やっぱりそこまでしてこられるともうどうしようもないというか、どうしようもないけど結局それでいけてるから、そういう状況を作ってくれたっていうのが今の気持ち的に弱い、完璧じゃないと逃げてしまうみたいなところの逃げない自分を作ってくれたのかなっていうのはすごい感じてます。今これまでM 君の話を聞いて杉浦さんはどんなことを感じてますか？うちの弟子たちっていうのがね、僕の下でやっぱり粘り強く訪問支援をしてたっていうのがね、今も続いてますので、本当にきっかけさえあればこういうことって立ち直れるんだなっていうのを改めて思いますね。杉浦さん側の対応としてはどういうサポートの仕方をしたんですか？親に対してちゃんと安心感を与えるようにっていう、スタッフには指示をしたのと、通い始めた後もピアサポートといってですね、同じような学年の子でゴロゴロ要するに不登校引きこもりの経験者がいますから、彼のところに迎えに行ったりとかして、在学中はある程度その昼夜逆転っていうのを解消してあげれば、この子はポテンシャルがある子だから絶対伸びるなと思ってましたし、そういうのが最初の段階で僕分かってたんで、お母さんから2回ぐらいかな、ここに来て泣き疲れたことがあったんですよ。うちの子と喧嘩しましたみたいな感じで。でも僕が言ったのが、お母さん大丈夫ですよ、僕は絶対彼は絶対まともになるし、もう本当にもうポテンシャルが高い子だから安心してくださいって、そういったような親御さんに対しては一応なんとかそういうケアをしてましたね。今日ね動画来てもらったのも、彼はずっとね自分で完璧主義者みたいなこと言ってますけど、僕が彼に対して言ってるのは9敗一生だと思って、世の中
10回やったら9回は失敗するでしょって。でも残りの1個で勝っていくっていうのがこれが人生そのものじゃないのっていう話は折に触れ冗談っぽく言ったりとかいろいろしてましたけども、そういうことで彼には期待だと思います。今後君はどうなりたいのかね。元から興味があった魚についての研究がしたいので、大学院に進学しようと考えてます。学会に行ったりとか TOEIC の勉強とかを今頑張ってるところです。じゃあ最後に M 君と同じような環境にある人に M 君からメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、自分もやっぱり引きこもってる時はそれが全てになっていて、もうどうしようもないっていう気持ちがあったんですけど、タイミングがどうであれ絶対にそこからやり直しが効くと思っているので、僕も今そうしていて、その頃が笑い話にできるくらいにはすごい自分の中で前向きに捉えられる期間になったのかなって感じているので、ぜひ一歩踏み出せるきっかけになったら嬉しいです。頑張ってください。杉田さん、今どんな気持ちでしょうか。教えてください。本当に成長したなって思うんですよ。でね、僕はね、ちょっとしたきっかけで不登校とか引きこもりってなってる若者を救いたいんです。別に彼だけじゃないんです。学歴だけじゃなくて、私たちJADAはですね、例えば30代の引きこもりの子でも、例えばドラッグストアでアルバイトしてたと、レジの打ち間違いしたっていうだけでですね、引きこもってるっていう相談も受けてたりとかするんですね。ですから本当にちょっとしたことをもう最初のこの引きこもりから解決すればですね、もう皆さん一人一人ポテンシャルありますから、ぜひね、私のところに相談いただいたりとか質問いただいても結構ですし、最後もしこの動画がね、もういいなと思ったらですね、いいねとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。